はい、健康生活チャンネルです。今回はですね、健康美容に正しい調理方法ランキング7について、健康美容食育士としての知識からお伝えしたいと思います。で、あなたは健康になりたいとか、綺麗になりたい、あるいは痩せたいという願望がないでしょうか。これはほとんどの方が願っているものですよね。もちろん私だってこのどの効果であっても叶えたいと願っています。でもですね、もしこれらを叶えたいのであれば、買ってくるお惣菜であるとか、コンビニ食品、外食であるとか、ファーストフード、冷凍食品などはできるだけ減らしていただいて、まずは少しずつ自分でお料理をされる自炊する機会を増やしていった方がいいんですね。やはり自炊するよりも健康的な食事とか綺麗になる食事っていうのはなかなか難しいんですよ。ですが、自分でお料理をされるからですね、必ずしも健康で綺麗で痩せているかというと、そうではないんですよね。実は健康美容ダイエット的にいい効果のある調理方法と悪い効果のある調理方法があるんです。そこで今回は数ある調理方法のいくつかを選んでですね、健康的に正しい順番を発表しようと思いますので、せっかくね、自炊をするんであれば、お料理をするならね、健康的に綺麗になれて、そしてダイエットもできるという調理方法を選びたいという方は、ぜひ最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは健康美容ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひまずチャンネル登録をお願いします。でまたですね、今回の内容は全文字幕をつける予定ですので、文字でご覧になりたい方は字幕をオンにして YouTube をご覧になってください。ということで、健康美容に正しい調理方法ランキングについてお伝えしたいと思います。で、じゃあですね、調理方法ってどんな種類があるかなんですけども、世界各国のね、調理方法全てを網羅したランキングってしてしまうのは、結構難しいんですよ。調理方法ってめちゃくちゃ種類が多くて、基本である焼くとか茹でるとかね、みんながしている調理方法からですね、中華料理の、調理方法である油通しという方法もありますし、焼く方法でもですね、アロゼという方法もあったり、同じ焼くという方法でも石窯で焼くのか、直火で焼くのか、陶板焼きなのか、こういった種類もありますよね。で、あるいはですね、北京ダックみたいにですね、油をかけるなんていう調理方法もありますよね。ですから、全ての調理方法となると大変だし、やっぱりこの説明するのね、時間かかりすぎてしまいますので、今回は基本となる調理方法である、生のままいただくという調理方法、これも調理になるんですけどね、この調理方法、生のままと、そしてですね、加熱調理の6種類である、焼く、煮る、茹でる、炒める、揚げる、蒸すという合計7種類の調理方法からお伝えしたいと思います。で、この調理方法の中に健康的にいいものもあればあまり良くないものもありますので、このランキングをご覧いただいて、ランキング上位のお料理をですね、増やしていただければ、健康的にも美容的にもダイエット的にもいいですし、健康的にも美容的にもいいですし、ダイエットもしやすいということになりますので、ぜひご覧いただいて実践していただきたいと思います。ということでですね、まずは健康美容に正しい調理方法ランキングの第7位からですね。第7位と、これは調理方法の中では、最も体に悪い方法になります。で、この調理方法は揚げるですね。で、揚げるというのは高温の油で加熱する調理方法で、旨味や風味を閉じ込めたり、油の香味を加えるという効果が期待できる調理方法です。で、揚げ物は例えばですね、天ぷらであるとか、唐揚げ、とんかつ、フライドポテト、ポテトチップス、カップラーメンもそうですし、エビフライとか、子供からね、大人までかなり多くの方が大好きな調理方法ですよね。でもですね、揚げ物が一番体に悪いということは、あなたも予想通りではないでしょうか。やっぱり揚げ物はね、できるだけ減らしていただいた方がいい理由があるんですね。で、その理由ですが、こちらになります。結構あるんですよ。で、まず1つ目がカロリーの過剰摂取。2つ目がトランス脂肪酸。3つ目が過酸化脂質。4つ目が塩分の過剰摂取。5つ目が炎症反応が起きやすくなるという、この5つなんですね。で、順にご紹介しますが、まずは1番のカロリーの過剰摂取についてですね。これはもうそのまんまですよね。やはり油というのはとても高カロリーなものなんです。で、油の中でもね、体にいい油であるとか、悪い油などの違いはあるんですけども、どの油であっても高カロリーであることには違いはありませんので、摂りすぎというのはどうしても体に悪くなってしまいます。で、太り気にもなってしまいますよね。
そして次にトランス脂肪酸です。これは自然界にはほとんど存在しない油で、高温で調理をする際に化学反応によって作られてしまう危険な油なんですね。で、トランス脂肪酸は体の中に入ると悪玉コレステロールを増やして善玉コレステロールを減らしてしまったり、動脈硬化を進めてしまうという危険性が指摘されています。で、トランス脂肪酸についてはですね、もっともっとデメリットがありますし、各国の規制状況であるとか日本の現状とかが別の動画で詳しくお伝えしていますので、後でそちらの動画も下の説明欄にあるリンクからご覧になってください。そして3つ目が過酸化脂質です。で、これも高温の油から作られてしまう物質で、酸素と油が加熱することによって結びつくことによって作られるんですね。で、揚げ物というのはこれらの調理方法の中で最も高温かつ長時間高温をね、維持するわけですから、それだけ大量の過酸化脂質を作り出してしまいます。で、過酸化脂質は細胞を傷つけてしまうという危険性がありますので、内臓を傷つけてしまったり、目とか耳の細胞を傷つけたりしてしまって、その機能を低下させたり、あるいは血管の中のね、血管の内側の壁を傷つけることによって、動脈硬化を進行させてしまうんですね。ですから、できるだけ取りたくない物質なんです。で、こちらの過酸化脂質についても別の動画で詳しくご説明していますので、後で説明欄のリンクからご覧になってください。そして4つ目ですが、4つ目は塩分の過剰摂取ですね。で、揚げ物を想像していただくとわかるかと思いますが、結構塩分が多いんですよ。で、味が濃いものが多いですし、塩を大量に使うものが多いですよね。例えばその天ぷらとかはね、お塩をつけていただいて、いったりですね、ソースをかけたりだとか、ソースじゃない、それはその揚げ物ですね。揚げ物にソースをかけたりだとか、で、唐揚げだったら塩コショウとかね。で、そのとんかつでも下味をつけて、そしてさらにソースでいただきますので、結構塩分使うものが多いんですよね。で、塩分を過剰に摂取してしまうと、血液の塩分濃度が高くなりすぎて、体は異常を起こしてしまいます。体はそれを防ぐために、体にですね、大量の水を増やして薄めようとするんですね。だから塩分取りすぎると、水が結構飲みたくなるじゃないですか。で、その結果ですね、血液の水分量が増えすぎてしまうことになって、血圧が上がってしまうんですね。で、血圧が上がってしまうと、血管に負担をかけて傷をつけてしまいますので、これをまた動脈硬化を進めてしまいますし、高血圧の状態だと脳血管障害であるとか心臓病のリスクが上がってしまいますので、命の危険性も出てきてしまうんですね。で、塩分についてはですね、上手に塩を出す方法を別の動画で詳しくご説明していますので、こちらも後でご覧になってください。そして5つ目は、炎症反応が起きやすくなるということです。で、過酸化脂質などの酸化した油を取りすぎると、細胞は傷つけられていってしまいますが、その際ですね、細胞が炎症を起こすことになるんですね。細胞というのは傷つけられてしまうと、炎症反応で、その炎症の中でどんどん修復していってしまうもの、していくものなんですけども、たくさん細胞が傷つけられることで、たくさんの細胞が炎症を起こしてしまいます。で、炎症はですね、すべての病気の元になるとも言ってもいいほど、多くの体の不調に関係しています。例えば、心臓病であるとか、がん、アルツハイマー病などにも関連していますので、これはですね、とてもリスクが高いことになってしまうんですね。で、このようにですね、5つの理由から揚げ物というのはとてもリスクが高いものですから、できるだけ取る頻度は少なくしていただいた方がいいですね。で、ちょっとね、一番体に悪い揚げ物の説明が長くなってしまったんですけども、次からはもっとその説明はね、だいぶ短くなっていきますから、ぜひ続きもご覧になってください。そして次はですね、健康美容的に正しい調理ランキング、調理方法ランキングの第6位ですね。なんですけれども、その同じランキングだと思える調理方法がもう一つありましたので、同率5位というふうにさせていただきます。ですから、第7位が1つと、そして第5位が2つあって、そして第4位、第2位、3位と続いていくんですね。で、第5位の1つ目は、炒めるです。で、炒めるというのは、強火でさっと加熱する調理方法になりますね。で、高温かつ短時間で加熱をするため、栄養価の損失が揚げ物に比べれば少ないというのが特徴ですね。で、炒め物といえば、例えば野菜炒めであるとか、レバニラ炒めとか、チャーハンとか焼きそば、ほうれん草とベーコンを炒めたものとか、スクランブルエッグ、豚キムチなどもあります。これもね、やっぱり好きな人が多い調理方法ではないでしょうか。で、これはですね、第6位ですから、揚げ物よりかはいいんですけれども、他の調理方法には負けてしまうんですね。
で、その理由の大半は揚げ物と同じなんですが、やっぱりですね、これも油を使って高温で加熱する時間が少ないですので、そのリスク的には同じ土俵ではあるんですけども、その分だけまだマシなんですね。ただし、炒め物の場合には、油をね、やっぱりどうしても引いて、加熱するわけですから、温度は高めですので、例えばビタミン C であるとか、ビタミン B 群などの水溶性ビタミンは高温で調理することで壊れてしまいますし、炒める際には油を必ず使いますから、カロリーもどうしても高めになってしまいます。ですが、油をね、必ず使いますから、ビタミン A であるとか、ビタミン E、そしてカロテンなどの脂溶性ビタミンというね、油に溶けるビタミンがあるんですが、これらの吸収率が高まって、栄養素的にはいい部分もあるんですね。ですから、メリット、デメリットはありますが、やはり高温調理はリスクがありますので、あまり健康美容的に正しい調理方法とは言えないですね。そして第5位の2つ目ですね。2つ目は焼くです。で、焼くというのは、炒めるとね、その分別が難しいところはありますが、今回はですね、鍋などのね、フライパンとかの調理器具を挟まずに、直火であるとか、熱源から直接加熱されるものという分類しました。ですから、直火や、あるいはオーブントースターも焼くという調理方法にあります。で、この焼くという調理方法の場合、炒めると同じく高い温度になりますので、その点ですね、デメリットは同じなんですね。またですね、その水溶性ビタミンが失われてしまうというデメリットも同じになります。ただですね、フライパンでね、炒め物をする場合と違って、油をですね、必ずしも使う必要はないですし、余分な油はね、落とすことができ、カロリーを減らすことができますので、ダイエットの面では有利な面もあります。ただ、直火調理の場合には、温度管理が難しくですね、そのバーベキューとかね、その焼き魚とかありますけども、その直火で焼いてもらった経験がある方はね、大体あると思いますが、そういった経験ある方は多いと思うんですけども、焦がしてしまう場合がありますよね。で、焦げというのは、タンパク質や糖質などが熱によって酸素と結びつくメイラード反応という化学反応によって作られるものなんですけども、直火の場合には温度がですね、200度であるとか300度とか、一気に高くなってしまって、この酸化反応が急速に進んでしまうんですね。で、このように作られてしまった焦げの部分は、様々ながんとの因果関係が指摘されていますので、できるだけ避ける必要があります。ですから、バーベキューとかでね、お肉とか野菜を焦がしてしまってね、もったいないからもう食べちゃおうかな、みたいな、食べた経験ってあると思いますが、私も実際にありますけれども、焦げてしまったものはもう食べない方がいいんですね。ですので、焦げを作ってしまうリスクにおいては、炒め物よりも悪い調理方法だとは言えます。ただしですね、オーブンを上手に使っていただくと、慣れればね、焦げを作らないようにできますし、油を減らせますので、方法によっては炒め物よりもいい場合もあります。また、炒め物であってもね、焦がしてしまう場合ってありますからね。ですので、今回は同率5位というふうにさせていただきました。なので5位は炒めると焼くですね。ということで次はですね、健康美容的に正しい調理方法ランキングの第4位ですね。第4位は茹でるです。で、茹でるというのは、茹でてそのまま食べるためであるとか、あるいは調理の下ごしらえとして使われる方法ですね。で、この茹でるには、ごく短時間だけ熱湯に入れて、食材をしんなりさせるという湯がくという方法もあります。で、この茹でる、湯がくの場合には、使ったお湯は基本的に捨てることになりますね。そこが煮るとの調理方法の違いです。で、茹でるには、例えば、しゃぶしゃぶであるとか、ゆで卵、茹でて食べるブロッコリーであるとか、スナップエンドウとか、トウモロコシとか、パスタとかラーメンなどの料理もありますし、下ごしらえとして使うものであればですね、こんにゃくの臭み取りであるとか、里芋のぬめり取り、ごぼうのアク抜き、小豆の渋みを取るなどのね、こういった方法もあります。で、これらの茹でるという調理方法のメリットは、大量の水がありますので、高温になりすぎないというところなんですね。で、あなたもご存知だと思いますが、水はですね、100度以上には加熱されませんので、揚げるとか焼くとか炒めるという調理方法に比べて温度が高くなりすぎず、そのために過酸化脂質であるとかトランス脂肪酸というデメリットを減らすことができるんですね。なのでこういったメリットはあります。ただしですね、煮るとか蒸すなどよりも下のランキングになってしまった理由があるんですが、それは栄養素の損失ですね。で、栄養素の中には水に溶ける性質のものがあります。それがさっきも出てきた水溶性ビタミンのビタミン B
群であるとかビタミン C、あるいは水溶性の食物繊維などです。で、これらの栄養素は水に溶ける性質があることから、茹でている時間が長いほど水の中に栄養素が失われていってしまうんですね。で、そのため栄養素的には結構もったいないなと言える調理方法なんです。とはいえですね、パスタを茹でてもらったりだとか、アク抜きをしないといけないものもありますので、必要に応じて使う程度がやっぱりいいんじゃないかなと思いますね。で、ここまではあまりお勧めしたい調理方法ではないものになります。第4位まではね。そして次は、健康美容に正しい調理方法ランキングの第3位ですが、第3位は煮るです。で、これは茹でると同じようにお湯で加熱するんですけども、その後にですね、その煮汁に調味液を使って味付けをして、煮汁を捨てないという特徴がある調理方法ですね。で、煮るには、例えばお味噌汁であるとか、スープ、お鍋、肉じゃが、カレーやシチューとか、ポトフ、おでんなどがあります。で、この煮るという調理方法も多めのお水を使いますので、メリットはですね、茹でると同じで、高い温度になりすぎないことで、過酸化脂質とかトランス脂肪酸などの危険性を減らすことにあります。ただですね、茹でると違う点は、加熱に使ったお湯を捨てないということですね。で、先ほどもお伝えしたように、水溶性ビタミンであるとか、水溶性の食物繊維は水に溶けて出ていってしまいます。で、それはもちろんですね、煮た場合にも同じなんですけども、煮るという調理方法の場合には、お味噌汁のように水分まで一緒に全部取るものが多いんですよ。ですから、水分に出てしまった水溶性の栄養素も丸ごと取ることができますので、栄養価で優れているんですね。ですから、ここからはね、おすすめの調理方法になってきます。第3位からはおすすめの調理方法ですね。そして次は健康美容に正しい調理方法ランキングの第2位ですね。第2位は蒸すです。で、蒸し料理ですね。これは水分を加熱することによって蒸気に変えて、その蒸気の熱で食品を加熱する方法になります。で、この調理方法では、例えばですね、蒸し野菜とか温野菜がまずありますよね。で、野菜を蒸してソースやタレでいただく方法であったり、お肉やお魚もね、蒸して同じように食べることができます。で、あるいは料理であれば、シューマイであるとか、小籠包とかね、こういった天津系もありますよね。で、または芋類もね、蒸すととても美味しくいただくことができます。で、この蒸し料理はなかなか実践されている方が少ないんですが、かなり優秀な調理方法なんです。で、まず水を蒸発させた熱で食材を加熱するわけですから、茹でるとか煮るといった調理方法と同じように高温になりすぎないですから、危険な物質を取らなくて済みますよね。で、また、この調理方法では水につけないわけですから、水溶性の栄養素がほとんど失われないという特徴があるんですね。ですから、栄養素の面から見ても優秀な調理方法なんです。で、特にですね、芋類のビタミン C は高温調理に強いですので、蒸し料理の場合ですね、そのほとんどが残ってくれるんですね。お野菜の場合にはね、ちょっと高温にしちゃうと、やっぱりこの水溶性ビタミンというのは壊れがちですから、ちょっと失われてしまうんですけども、芋料理の場合には高温に強いですから、その水分にね、そのお水の中に逃げていかないですので、蒸し料理だったらね。だから残ってくれますので、ぜひ芋類は蒸し料理をしていただきたいものなんですね。ただですね、蒸し料理はめんどくさいと思っている方も多いと思います。そうですよね。蒸し料理をするなら、お鍋とかフライパンじゃなかなかできないわけですから、蒸し器をわざわざ買わないといけないですので、ちょっともったいないとかめんどくさいというふうに感じますよね。で、蒸し器はね、特に大きいですから、たくさん蒸そうと思うと、やっぱり場所取りますからね。その点もやっぱりね、なかなかチャレンジしづらい部分だと思います。ただですね、今お使いのお鍋の上にですね、その乗せて使えるプレートタイプの蒸し器であるとか、今ですね、電子レンジでも使えるシリコン製の蒸し器というものもあるんですね。で、また、私がですね、以前動画でお伝えした電気圧力鍋もね、私はお勧めしているんですけども、これでも蒸し料理ができるタイプがありますので、こちらを使うのもとてもおすすめな方法です。で、実はですね、私もこの蒸し料理をする際には、この電気圧力鍋を使うことが多いんですね。これだとね、火加減とか見る必要はないですので、蒸せたかな、どうかなっていうのをね、ただピッピって設定するだけですから、これで間違いないので、かなり便利なんですね。で、電気圧力鍋についてもですね、別の動画で詳しくご説明していますので、後でまたそちらの動画もご覧になってください。そして、とうとうランキングの最後ですね、健康美容に正しい調理方法ランキングの第1位です。第1位は生のままですね。
で、これにはですね、まずはお野菜のサラダであるとか、お魚であったらお刺身とかね、私はね、その宮崎県に住んでますので、鶏刺しとかね、鶏のお刺身とかもあるんですよ。こういったものであるとか、食材をですね、そのまま食べるという方法があります。で、また他にもですね、和えるという方法もありますね。で、また、麺はですね、茹でて、そのお野菜はね、生のままいただくという冷やし中華みたいな食べ方もありますよね。そうめんとかにね、ネギを入れるとか、そういった取り方もありますよね。生のままのね。で、あとは果物も生のままいただくことが多いと思います。こういった生のまま取るというのが第1位の方法なんですね。で、この生のまま食材をいただくというのは、とてもメリットが大きいものなんですよ。で、その理由の一つは栄養素の面があります。で、これはですね、加熱をしたりだとか、水に長時間つけるという加工をしないわけですから、栄養素がほとんど失われないで食べることができますので、最も栄養が多い状態で食べることができると言います。で、また、生の食材には生きた酵素、生酵素が含まれています。一般的に言うと生酵素って言うんですね。で、正しくはこれは食物酵素と言うんですが、これはですね、食べ物を消化することを助ける働きで、体の中に栄養素を吸収しやすくしてくれるものなんですね。で、そのために体は消化という働きをしないで済みますので、栄養素を十分に活用して、体を健康的にきれいにしていくという働きに集中することができるんです。で、また、この食物酵素を摂ることで、他の調理方法で食べた食べ物であっても消化を助けてくれますので、生の食材というのはね、生のその食べるお料理というのは、必ずですね、一品は入れてほしいものなんですよ。そうすることで、揚げ物料理であるとか、炒め物の料理であるとか、その蒸し料理とか、他のものが出た時にでもですね、その食材であっても分解を助けてくれますので、やっぱりその健康的にも病的にもすごくいいんですね。ただしですね、生のままの調理方法では、食べ物の細胞を包んでいる細胞壁というね、壁がしっかり残っていますので、よく噛んでいただくことが大切ですし、水溶性ビタミンは効率よく取れるんですけども、油に溶ける性質のある脂溶性ビタミンは効率が悪くなってしまいますので、例えばドレッシングをかけていただくであるとか、ドレッシングってサラダ油が入ってますからね。だから、その脂溶性のビタミンも吸収効率が上がるんですよ。で、あるいはですね、私が以前からお勧めしている、こういったアマニ油とかね、で、あるいはオリーブオイルとか、このような油をかけていただいて、多分その食べてもらった方が、より健康的にも美容的にも正しい食事方法になります。やっぱりですね、この脂溶性ビタミンも逃すのはもったいないですから、ちゃんとその油をね、できればこういった健康的な油をかけてその食べてもらった方がいいですね。で、これは蒸し料理であるとか、煮物とかね、油を使わないお料理では全部一緒のことですね。で、アマニ油やオリーブオイルには選び方がね、とても重要なんですけども、そちらもですね、別の動画で詳しくお伝えしますので、後でご覧になってください。で、このようにですね、生ものはいい効果がとても多いですので、ぜひ毎日ですね、サラダかお刺身か果物などは必ず食べるようにしましょう。ということで今回は健康美容に正しい調理方法ランキング7についてお伝えさせていただきました。ですからまとめるとですね、加熱をするなら煮るとか蒸す、加熱をしなくていいものであれば生のまま食べるというのが健康的に美容的に、そしてダイエット的にも正しい調理方法なんです。ぜひ今回のランキングを参考にしていただいて、あなたがより良い体を作れるようにメニューを変えていただきたいと思います。で、私の整体院とかサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログはですね、下の説明欄にリンクがありますので、そちらからご覧になってください。で、今回の内容がためになったと思っていただけたらですね、ぜひ高評価ボタン、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。